お二人のプロフィールもここで簡単にご紹介させていただきます。お二人とも31歳で同い年なんですけれども、結婚して今5年目なんですかね。で、お子さんが3歳で男の子1人いらっしゃる。旦那さんが会社経営されてまして、家族年収が800万ということで結構裕福にお過ごしになられてる。で、一方のコーディベーターの斉藤奈々さんがいわゆる出来婚、授かり婚で付き合って結構早い時期にもう妊娠が発覚したと。2ヶ月で。お付き合いされて2ヶ月の時にもう妊娠が発覚したと。子供が現在2歳の男の子いらっしゃるということなんですよね。これもたまたまなんですけど、旦那さんが会社経営者で、家族年収が850万円、はい、生活には困ってないと。私もパートとかでやってるんです。あ、そうですか。そんなに困ることはないわけではないですけど、すごい助けてもらって、旦那にも子供もちゃんと可愛がってもくれるし。今幸せですか？そうですね、幸せです。だったら長谷川さんどうでしょう？幸せならっていうのは。いや、稀なケースですよね。自分が稀だとは思わないんですか？稀だとは思わないです。筋が通ってます。でも確かに稀ではないかなって私思うのは、この東京でだったらこの授かり婚っていうのはもう結構メジャーになってますけど、私も出身広島の本当に田舎なので、あそこ授かり婚だよっていうのが話題になっちゃうなとは頭の片隅に、悪いことだとかかわいそうだって意識は一切ないんですけども、どうしてもまだ思ってしまう自分はいるので、特に地方に行けば行くほどこの筋を通すっていうのが長い目で見た時の家族関係とか一緒に子供を育ててもらう環境においては有効な手立てなんじゃないかなとは思いますよね。自分も準備することは大事だと思うんです。挨拶して、それによって相手のご家族や自分の家族に手伝ってもらいやすい環境を作るだとか、お金面でも貯金をしておくだとか、有効ではあると思うんです。ただ、子供が生まれてみたら多分まだ準備足りなかったまだ準備足りなかったって思うことの連続なんじゃないかと思うんですよね。そしたら授かるタイミングがいつであろうと多分大変なことには変わりなくって、むしろその危険を予測すれば子供を産める年齢っていうのはすごく遅くなると思うんです。特にどんどん年収も下がっていってるので、子供を産むっていう決断をすることが難しくなってると思うんです。その中で出来婚を否定してると少子化が本当にその考え自体が日本をよくなくしてしまうと、そうですね。長谷川さんはそれで良かったかもしれないけど、その次の世代に関しては多分あんまり厳しい考えじゃない方が国として準備がどうのこうのとおっしゃいましたけど、子供を産むなら結婚しておくっていう事前準備はどなたでもできるじゃないですか。その準備はやっぱりしておくべきだと思いません？いやでも妊娠して来週生まれるわけじゃなくて十月10日あるわけじゃないですか。で妊娠してるって気づく、2、3ヶ月で気づいたとしても7ヶ月あるんですよ。結婚もできるし挨拶もできるし、できない準備って多くないと思うんですよ。呂布さんはお二人お子さんがいらっしゃって、その妊娠が分かった時っていうのは何か準備はされてたんでしょうか？それとも準備というものは特に意識しなくて結婚だけ？結婚してから妊娠したんですけど、子供を作るために結婚したようなところもあったんで、別に順番はどっちでもよかったというか。子供が欲しくて結婚されたんですか？そうですね。お二人目も生まれて、やはりお子さんは可愛いですか？可愛いです。何か準備があったから可愛いかとかもう全然関係ない。てか僕自身が授かり婚で生まれた子供なんです。あ、そうなんですか。で何の不都合もなかったので、両親も若かったですけど。それいつ知ったんですか？自分が授かり婚の子だと。ちょっと複雑で、僕の両親は授かり婚だったんですけど、その子供は生まれなくて、で僕が長男としてその後生まれてるので、でも授かり婚で一緒になった両親なんですね。何の不都合もなかったし、両親がいるから幸せでもないし、片親だから不幸でもないんですよ。だからそれに関してはだから準備とか関係ないんですよ。別に順番がどうとかじゃなくて、その後の問題、今この状況になったからじゃあどうしようしかないので、そんなの関係ないんですよ。だって過去変えらんないし、未来のことを考えないと何も進まないし、それに対して自分の価値観を押し付けても何にもならないの。あなたはそれで良かったし、私はそれで良かったっていい話なのに、絶対ダメなんでみたいなのがおかしいって言ってるんです。だから離婚も増えますよね。
でも別に普通に準備やってても離婚する人はするし、しない人はしないよ。出来婚でしょうがなく結婚するからしょうがなく結婚するの前提なのはなぜなの？まあだって絶対じゃないじゃんって。ってあなたの友達とか知り合いでいただけ。結婚してからだと欲しくて望まれた子じゃないですか。でも出来婚ってまあ望んでもない子というかたまたま、自分たちの欲でできてしまった子じゃないですか。なんで結婚してからっていう簡単なこともできず、結婚って簡単なんですか？まあどうせ結婚するなら最初に順序よく筋を通してするのが普通じゃないですか。できちゃった婚って言い悪いは置いといて、これから先もできちゃうわけじゃないですか。どうすればいいと思いますか？じゃあその順番が守れないなら絶対に中絶するべきだと思うという。いやもうそもそも否認をしろと思いますね。いやいや、そうじゃない時もあるじゃん。それってだから言ってる通り自分勝手すぎませんか？自分たちのことしか考えてない。自分たちの人生なんだから自分たちの勝手にすればいいじゃん。でも生まれてくる子供にまで影響生まれはあります。てくる子供は順序を守ったとしても親が勝手に作ったことには何の違いもないよ。俺が産んでって言ったのかっていうのは全く一緒だよ、それは。いやでもちゃんと受け入れ体制が整っているか否かで受け入れ体制っていう話では別に出来婚だろうが、その後ちゃんと受け入れる気持ちがあれば10ヶ月あるんだから全然それは整うんだ。自分たちの欲ばっかりで本当自分たちのことしか考えてないじゃないですか。生でするなら先に結婚しておけよ。いや違うんだって。じゃない時もある。否認って確そういう実じゃないんですよ。どういうことですか？完全な否認ないですよ。長谷川さんが例えばじゃあお付き合いしてる方がいます。お互い本当に大好きです。結婚する前に子供ができちゃいました。下ろすんですか？いや下ろす下ろさないよりかわいもそうだから先にできる否認をやらずに燃え上がったことがないんだね。そっちの方が俺はかわいそうだと思う。否認が大事じゃないとは思ってないですよ。別にそれは計画でやればいいと思うんだけど、でもそれは2人の問題だなっていうところなの。それが絶対に不幸ではないし、逆に言ったらでも不幸な場合は多いですよね。今喋ってるじゃん。ちょっと待って。私の親はちゃんと付き合って結婚して子供が生まれて姉もいて、でも父親は DV で散々な思いをしている子もいる。そういうパターンもある。だから別に順番とかじゃないよっていうところなの。まず順番って言うから、その順序が大事でその後はってなっちゃうの。その後の方が大事じゃない？子供にとっても自分たちにとってもって思うの。準備できてる方たちの方がその後も幸せな率は高いですよね。それはどういう統計を取ったのかがわからないんですけどういう統計っていうか、世間一般的にそうじゃないですか。世間一般が狭すぎるのよ。昔からあるんですよ、この順番は。あるね。でもじゃあ自分勝手ですよね。ごめんなさい。ちょっと例え話を変えます。全然関係ないけど、メイクって時代とともに変化していくじゃん。変化していくと思う。いろんなものが。メイク関係ないだから違くて、変化していくものだよねっていうこと。でもそれが、多様性ってあんまり使いたくないけど、いろんな価値観があって、じゃあこれもいいね。じゃあそれでうまくいったんだっていうのが、全部あなたはダメって言ってるように聞こえるの。今メイクは関係ない。メイクじゃなくて、その後のことを言ってるの。出産とメイク一緒。じゃなくて聞いてる話。だから例えって分かりますか？日本語の意味とか。いやわかりますけど。で例えばその時代の変化がいろいろあるじゃない。いろんなものに対しての結婚もそうだし、同性婚とか例えばパートナーシップとかいろんなものが増えてくる中で、それが全部ダメって言ってるように聞こえちゃうなっていう話。いや全部ダメとは言わないですけど。古くからあるものを否定しないでほしいです。否定はしてないのよ。いや、否定してます。それはそれでよくて、私たちもこれで成功したよね。お互い良かったね。じゃあダメなんだなって思っちゃう。それで言うと今のその授かり婚を否定してるのは長谷川さんだから、お互い否定しない方がいいんじゃない？私はあんまり否定してないと思うんだよね。長谷川さんは長谷川さんで、それで今子育てしてて幸せなんだな。で斉藤さんも今幸せなんだな。でなんでダメなのかが分からなくて。例えば春風さん、現役でバリバリで今働いていらっしゃるじゃないですか。でも大好きな方が先ほどの話じゃないですけど、ちょっと今日ゴムなしでお願いとお願いされて燃え上がるような夜があって、それはいやでそれでもしも子供ができた時にもう授かり婚だからこれが絆だからといってキャリアをもしそこで一旦ストップさせた時に相手に対してちょっとでもクッと思うような気持ちが生まれないですかね。それは相手による、その後の生活によるんじゃないですかね。
キャリアをつかむよりも幸せな時間が多ければ納得するだろうし、キャリアを捨てて一緒になったけどだんだんと釣った魚に餌をやらない状態が続いて、収入があるとか愛情があるとか、この人は手放しちゃダメだって人だったらいいけれども、そうじゃない人と無責任でそういうことをしてしまって出来子になったら不幸になるよ、だから筋通せってことなんですよね。はい、その通いや、り。わかんない。それ、そうじゃない人とって言うけど、親になってみないとわかんないし、長谷川さんがさっきからおっしゃってる、それって自分勝手じゃないですかっていうのあるんですけど、自分勝手の何が悪いのかがわかんないんですよ。別に自分たちの人生なんだから、自分の勝手にやればいいんですよ。子供って産まなきゃいけないの義務じゃないけど、自分たちが欲しいから勝手に作るわけじゃないですか。でも出来婚は欲しくて作ったわけじゃなくないですか？でも、したくてしたの結果、できたわけじゃないですか。だから子供は望まれてない子ですよね。いや、望んだんです。違います、違います。聞いてください。子供は、の結果です。望んだんですよ。で、それで子供ができたから責任を取る。否認すればよくないですか？いや、否認をしないがしたかったんだからただの欲求だからそれは何が悪いいんですかって言ってる。何が悪い？子供のこと考えてなくないですか？いや、だからそれで、じゃあ産めないなって言うんだったら中絶もあるし、できたんだったらそれを産むために整えましょうの期間は10ヶ月あるんです。長谷川さんにお聞きしたいのは、否認のことを信用しすぎじゃないですか？ゴムしてても破れることだったりあるし、どんな激しいことしてる？そうじゃなくて、ね、俺一回もないけどさ。書いてあるよね。99% って書いてあるんだよね。商品の耐久性の100じゃないんだよね問題で、その不良品とかあるじゃないですか。そうあれね、なんでもみんな知らないんだけど、100% じゃないんだよね、あれ。100%じゃないんですよ。で、そうピルも元々ね100%じゃないんであ、すよ。そう。あれでもどうやって調べてるのと思いません？なんか書いてあるだけで、コンドーム使った人の何%が失敗なんて調べようなく、どうやって調べてるのと思いません？なんかクレームが来るとかクレームなんかやっぱ思うのは、その幸せと不幸せを他人に判断されたくないわっていう、もうただそれに尽きるかなって。それはあなたの第三者意見であっそう、別にて。それはそれで全然いいと思う。不幸だと思ってればいいんだけど、別にそれをこすりつける必要がないというか、かわいそうですよねっていう必要がない。かわいそうだなって思ってればいいじゃんって実際思っちゃうにそ。の不快な思いがあったとか迷惑被ったとかあったんですか？そうですね。会社で働いてた時にすごい迷惑をかけられたので、ありえないな。けしからんなだったらわかるんですよ。かわいそうだなは違うと思うんですよ。実際にその、授かり婚で生まれてきた子供たちがいて、何の問題もなく育ってる子が、その議論を聞くと、俺たちってかわいそうなのかなと思うわけじゃないですか。でそんなことないんで。世間はもう、出来婚されると迷惑を被ること多いんですよ。知らないですか？ちょっとごめん、知らないんだよ。あ、世間知らずなんですね。いや、そう言われたら言い返せないんですけど。そんなの多分じゃあ違う世界線で生きてるからかなって思っちゃう。あなたがもうじゃあ全知全能だったらわかるけど、そうじゃないじゃない。自分の見た周りの意見でしょ。私たちも自分が見た周りの意見何も変わらないから、私たちは別にじゃあそれで幸せならよかったね、私たちも幸せだねでいいのに、それを否定してくる理由がわからないよって言って結婚るんだけど。式とかもできないのかわいそうだ。いや、できるんでしょ。結婚式はだっていつでもできるし、すぐしなきゃいけないわけでもないし、全員があげたいっていうわけでもないから。そもそも私日本で結婚できないしそもそもね、子供も基本的には作れないからあれだけど、相手を否定する理由がないなって思うだけ。長谷川さんの意見はもう今日本の中でもかなり少数派の方に来てはいると思うので、長谷川さんがすごく孤立しちゃうんだろうなっていう。これから。でも地方は確かに強いはある。うん。ぶっちゃけ私は村生まれなので、人口2000人の村で生まれてるから、ちょっとしたことですぐ噂になってわー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 言われるけど、それを振り切った方が基本良かったかなって思うし、私なんかもう村帰ったら、昔はあそこの子供はあざとか散々言われたけど、自分がこう振り切ってやってったらなんか認めてもらえたりとかしたから、それはでも後の話で、準備関係なかったって感じ。家庭というよりかはもう未来しかないから、私たちもう今持っている状況の中で、じゃあどう幸せに生きていこうかしか考えてないし、でそれを他人に否定される理由もわからないし、他人を否定する理由もわからないから、なんで全員かわいそうなのかながわからないよ。私は後の話じゃなくて前の話をしてるので、子供作る前に筋を通してよってことを伝えてるんです。だから順番は守った方がいいのもわかるよって言ってるんだけど、それはって言わないんだよね。
全面的にあなたが正解ですって言わないとあなたはうんって言わないんだよね。自分が全部ルールだから、なんでそこまで頑なにお前らは全員不幸だ的な言い方をするのかがわからない。出来婚の子供って不本意の子供ですよ。それが決めつけかなって。100% 幸せって。100% なんかないわ。結構さっきからその筋を通すとか、順番にすごいこだわってますけど、正直そんな順番たくさん迷惑をかけましたけど、助けてくれたので、ネガティブな印象はないです。何でも都合よく言い換えてるだけですよね。あなたもですけどね。長谷川さんが判断することではないよね。全世界かわいそうになってきちゃうよね。その出来婚したやつがかわいそうなんじゃなくって、出来婚したやつが迷惑だっていう長谷川さんの実体験のお話の方が強い気がするんですね。